皆さんこんにちは。さて皆様ご承知の通り、スバルのフォレスターですけれども、アメリカの方で一足先にフルモデルチェンジが行われました。このフォレスターがこの春に日本の方に入ってくるということなんですけれども、すでにこのフルモデルチェンジ版のフォレスター、これが配備されている、そういったディーラーさんがもうすでにあるというところで、たまたまですね、私が訪問したスバルさんのディーラーさんの方にこのフォレスターがありましたので、ちょっと写真映像などを撮ってまいりました。この SUV が好きな我々から見て、このフォレスター新しいものがどのように映るのか、この点について少しお話の方していければと思います。でまずですね、こちら前から見た姿なんですけれども、デザインとしてはフォレスターフルモデルチェンジしましたけれども、キープコンセプトで先代のフォレスターとそこまで大きくバッと変わっていないなと。例えばホンダさんで言うと、ベゼルがフルモデルチェンジした際は先代と現行型で相当デザイン基調がガラッと変わってしまって、これ本当にベゼルなのというぐらいに違った車として見える、そのぐらいの変化があったんですけれども、今回のフォレスターに関してはデザインはキープコンセプトだなと、これ見た時にこれフォレスターだなっていう風に分かる、そういったところ、これ結構現行のフォレスターのオーナーの皆様も嬉しいところなのかなという風に見えています。特徴的なのがフロントフェースの下のところ、左下右下のところに台形みたいな感じの枠がついています。ブロンズ色の枠っていう形のものが入っているんですけれども、あと横側ですね、サイドの方にもブロンズ色で前から後ろにこうぐるっと長い、そういった刻印というかマークっていうんですかね、これが入っているんですけれども、見た感じ、私が前乗っていた C5 エアクロスというシトロエンの車があるんですけども、シトロエン車ってデザインのアクセントとしてエアバンプを使っていたという時があったんですけれども、このエアバンプをね少し彷彿させるような結構面白いデザインになっているなと、個人的にねこのデザイン好きだなというふうに思います。ホイールですね。ホイールの造形っていうところはやっぱり現状のフォレスターよりも変わった造形になっているわけですけれども、ホイールの色がね、このブロンズってすごいなと、結構ド派手というか、こういう色のホイールってなかなかないんで、結構これ街中で走ってたらすごく目立つんじゃないかなっていうぐらいに結構主張が激しいホイールのデザインだなと、個性的なデザイン好きなんで、いいなっていうふうに思いながら、ちょっとこの車の外装の方を見ていたというところであります。あとですね、ここの部分ですね、テールゲートのところと後ろのドアの間のところにこのようにシンメトリカル AWD というものがブロンズ色でに白地ということでマークが入っている、この辺りのねマークを入れているあたり、やっぱりおしゃれでいいなと、単に AWD って言えるだけでもよかったんだと思うんですけれども、おしゃれな感じを出してこういうものをつけているっていうのは特徴的だなというふうに思いました。後ろから見た時にはこのような形ですね。フォレスターという文字がこのスバルのマークの下にバシッと入っているというところと、ライト類に関しては結構造形が変わっているなというふうには見ていて感じていますが、前期型フォレスターもかっこよかったんですけれども、若干その辺り形状変わっていて、これはこれでねかっこいいなと。マフラーが2本出しになっているんですけれども、マフラーがあるところですね、ここもね、こういう形でブロンズで枠が囲われているっていうのも結構おしゃれで、結構統一的にね、この色味を使っているあたり、使い方がうまくてかっこいいなっていう風に感じた。ね、このフォレスターっていうとゴツゴツしていて、オフロードとかもう彷彿させるかなと思うところで、こういったデザイン基調が入っているあたりが遊び心があって、少し都会派にもマッチしそうな、そんなような外観になっているなという風に感じました。それからこのフォレスターっていう文字が入っている塔のリアのテールゲートのところなんですけれども、このフォレスターっていうところの上のところがこのように横一文字でグロスブラックの塗装がされているこのパーツが横にスッと入っていて、やはりワイドな雰囲気っていうんですかね、
ワイドな基調のものになっていて、すごくね都会派な雰囲気っていうのをしっかりと出している、そんなような形の見た目になっているなというふうに思いました。で続いてですね、内装の方なんですけれども、実際にインテリアをパッと見ていった時に感じたことなんですが、あまり現行のフォレスターですね、まだ日本に入る前のものと比べて全くデザインが変わったかというと、ここもですね結構現在のデザインっていうところも少し彷彿させるようなそういった要素をちゃんと残してくれているなというところ、これをね感じたところであります。車内のところでブロンズの色が結構使われている、ハンドルのところもブロンズの色が入っていてっていうところの結構色使いがおしゃれだなというふうに思うのと、シフトの部分のところにもねこうやってブロンズの色が入ってるんですよね。それから前はですね、このナビのところがここのナビがあって、その上にまた小さい表示するものがあって2段階のような形だったのが、今の例えばクロスデックとかもそうですし、レボーグとかもそうですけれども、そこで採用されているこの縦長の新しいディスプレイが入ってきて、やっぱりこのフォレスターも新しい世代のものが入ってきたなっていうところ、これが感じられる、そういったようなものになっているかなと思います。それから助手席前のところが結構デザインの方が変わったかなというふうに思います。前よりもこういう形で面で見せるっていうんですかね、そういったデザインが入ってきて、ここもなんか幾何学な感じのすごい模様がバッと入っていて、のっぺり感が全くなくって、やっぱり造形的にもすごく頑張って作っている、質感の高い、そんな見た目で、そしてさらにその下の方もステッチもですねブロンズで、そしてその下にこのブロンズのラインが入っていてと、やっぱり色使い結構うまいなっていう風に感じながら内装の方を見ていたところです。そしてドアの方ですね、もうこんな形で、ドアのハンドルのところもグロスブラック仕立てになっていて、しっかりメッキ調になっていて、またその上のところでこのブロンズの色がさっと入っていると、そういうところもすごく丁寧にこの車のデザインがなされているなというところ、これを見ていてすごく感じたというところであります。とてもいいなと思うのがカップホルダーなんですけれども、このようにちゃんと左と右で一応そのどっちの飲み物か分かるような、そんなような形になってますよというところ、これがね個人的にはいいポイントだなというふうに思います。ここ結構縦置きにしちゃうそういう車もあったりするんですけれども、そうするとこの飲み物どっち助手席のものなのか運転席のものなのか分からないよっていうことになることもあるんで、そういうところを防止する意味で完全に横に置くとスペース的に厳しかったっていうところで、斜めに置いてなんとか左と右ちゃんと分けて飲み物を置けるようにしようという形でしているあたりのこのスバルさんの努力っていうんですかね、これがとてもすごいなというふうに感じたところであります。肘置きの方にもブロンズのステッチが入っていて、これを開くとこのような形で物も収納できて、ここに今は ETC のカードをセットするものもくっついているというところになっていました。そしてシートに関してはこのような形で、これでもコンビシートという形になっていると思うんですけれども、色も結構明るくて、すごくこのフォレスターでどっかお出かけ行こうとかバカンス行こうとか、そういうところにそういったような用途に適した綺麗な色でいいなっていうふうに感じたところであります。天井の方ですけれども、このような形になっています。私が見た車に関しては多分豆球が光ってる感じにはなっていたかなと思いますが、上のところに SOS スイッチだったりもあると。そして運転席にも助手席にもカードホルダーがついているというあたりも結構面白いなと。その助手席の方のカードホルダーとかにも挿していろいろな用途でこの辺り使えそうなものがついているのもすごく気配りがされていていいなっていうふうに思ったところであります。風がある分座っていて上方向、非常にゆとりがある、そんなような感じになっているんですけれども、特に我が家だとベゼルであったりとかクーペ
型の SUV を持っていて乗っているというところもあって、実際に座った時に上方向結構ゆとりあるなというところをすごく感じたところであります。続いて後席なんですけれども、このような形です。後席から座ってドアを固定しているものなんですけれども、このように後席のドアのところにもブロンズのラインが入っていて、結構ね、後席の方もおしゃれな感じでできています。そしてシートも全席と同じくてコンビシートになっていて、こちらの方もですね、全席と同じでブロンズの刺繍も入っていますし、シートの方も黒ではなくてこのように色が入っていて、とてもね、おしゃれな感じになっていました。後席のエアコンの吹き出し口なんですけれども、このような形になっております。シートヒーターの方もちゃんと完備されているというところです。充電の接続口の方もあるというところで、充電にも困らない、あとシートヒーターもついているというところ、非常にね、後席快適に過ごせそうだなというような、そんな扱いになっているなというふうに思います。私もですね、今回実写を見まして、今回ちょっと雨の中でご覧になってくださいってことだったんで、ちょっと雨の中だったんですけれども、この雨のですね中で撮影したこのフォレスターのですね画像がとてもこの雨も似合うなというふうに思いました。例えば我が家で乗っているベゼルとか、カロラクロスも SUV なんですけども、やっぱりそれよりもどっしりと構えていて、やっぱりアウトドアが似合う SUV なんだなってことを、やっぱこういう悪天候で見るとすごくそこら辺を感じましたので、なんかすごく雨の中見たんですけども、それでもやっぱりその存在感がすごくあったなってところがフォレスターのこの見た時の印象でした。であとはやっぱりですね、すごく、先代もとても私好きだったんですけども、やっぱこの新型になりまして、より女性が好きそうな感じの見た目に変わったかなというふうに思います。それは先ほども話していました通り、やっぱりいろいろなところにね、ちょっとおしゃれな差し色が入ってるってところがちょっとだけポップな感じがしまして、それが結構女性が好きな感じになるかなというふうにも思いましたんで、そのあたりでもおそらく家族で乗る車だと思うんですけども、例えば奥様とか娘さんの意見が結構通りやすくなっているような外装になっているかなというふうに思いました。ということで今回はですね、アメリカの方では先立って発売されておりましたけれども、日本にやっと入ってきたということで、スバルさんの新型フォレスターですね、こちらを実車を見ることができましたので、外装内装について感じたことと実際の映像をですねお見せしながらお伝えいたしました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではスバル車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。